おはようございます。ケンです。中国市場での販売低迷、新型モデル Y の変更点、政治的な影響、そしてスーパーチャージャーの放火事件や充電インフラの最新情報まで今日も盛りだくさんで紹介していきます。特に中国市場での販売状況は今後の株価にも影響を与える可能性がありますし、新型モデル Y の変更点はオーナーにとって運転体験が変わる大事なポイント。さらにアメリカでの政治的な動きがテスラのブランドイメージにどう影響しているのかも気になるところです。ぜひ本日も最後までご視聴してください。では早速最初の話題から見ていきましょう。はい。ではまず最初の話題ですけれども、中国市場での販売低迷というところで、テスラの中国市場での販売が大きく落ち込んでいるというニュースが入ってきました。これはテスラにとってかなり重要なポイントです。なぜなら中国はテスラの最大の市場の一つであり、販売の動向が今後の株価や企業戦略に大きく影響するからです。最新の情報によると、テスラの中国での販売台数は大幅に減少しています。その理由として考えられるのが、まず新型モデル Y への生産移行。これにより一部の生産ラインが停止したことで、納車台数が減少した可能性があります。そしてもう一つの要因は、旧正月の影響です。中国では旧正月の時期に販売が落ち込む傾向がありますが、今年はそのタイミングが変則的だったため、影響がより大きかった可能性があります。一方で競合の BYD は販売を大きく伸ばしています。これはテスラにとっては無視できないポイントです。BYD はすでにテスラを上回る販売台数を記録していて、中国市場での競争がさらに激化していることを示しています。ただ、この販売減少が一時的なものなのか、それとも長期的な傾向なのかは、もう少しデータを見て判断する必要があります。新型モデル Y の納車が本格化すれば、販売が回復する可能性もありますし、今後テスラがどのような戦略を取っていくのか、注目していきたいところとなっております。では次にその新型モデル Y なんですけれども、新しい変更点がありましたので、そちらについて見ていきましょう。はい。では次は新型モデル Y の変更点です。この変更は初めて僕の YouTube でもお伝えするんじゃないかなと思うんですけれども、今回のアップデートで特に注目されているのが回生ブレーキの使用変更なんです。これはオーナーにとって運転のフィーリングが変わる可能性がある重要なポイントじゃないかなと思います。これまでのテスラ車はアクセルペダルを離した時に回生ブレーキが作動し、減速と同時にバッテリーへのエネルギーを回収する仕組みとなっていました。ところが新型モデル Y ではブレーキペダルを踏んだ際にも回生ブレーキが作動するようになったようです。つまり物理的なブレーキを使う前にできるだけ電力を回収する設計になっているということになります。また回生ブレーキの強さを調整できるようにもなりました。選択肢はスタンダードとリデュースドの2種類です。これまでテスラに乗っていた人は減速のフィーリングが変わるかもしれません。特にワンペダルドライブに慣れている人は新しいブレーキの感覚に最初違和感を覚えるかもしれませんが、エネルギー効率の向上という面ではメリットも大きい変更です。実際にこのアップデートでどのように回生ブレーキが変わってくるのかやってみないとわかりませんけれども、慣れという点においてはすぐに慣れるんじゃないかなと思います。実際に僕自身もモデル Y に乗り始めて回生ブレーキを使った際に最初は慣れなかったんですけれども、これはすぐに慣れましたので、新しい仕様にもね、すぐに慣れるんじゃないかなと思います。そしてこのアップデートによってブレーキの耐久性も向上すると考えられています。回生ブレーキを使う時間が長くなれば物理ブレーキの使用頻度が減り摩耗が少なくなるからです。長期的に見ればメンテナンスコストの削減にもつながる可能性があるんじゃないかなと思います。そして新型モデル Y のこの変更が実際にどのような影響をもたらすのか、オーナーの反応が気になるところです。ぜひ僕も試乗ができるようになったら試乗しに行きたいと思います。では次にテスラのブランドイメージにも影響を与えそうな政治的な動きについて見ていきましょう。最近共和党と民主党の間でテスラの評価が大きく変わってきているようです。はい。ではここからはテスラの政治的な影響というところなんですけれども、テスラのブランドイメージに関する興味深い話題を取り上げていきたいと思います。最近アメリカではテスラの評価が政治的な立場によって大きく変わってきているようです。最新のデータによるとテスラに対する民主党支持者の好感度は低下し、逆に共和党支持者の好感度は上昇しています。この変化の背景にあるのは、やはりイーロンさんの発言や政治的なスタンスだと考えられています。
イーロンさんはこれまでも様々な政治的な発言をしてきましたが、最近は特に共和党寄りの発言が増えています。その影響でこれまでテスラを支持していた民主党系の消費者が離れつつあるのかもしれません。実際民主党支持者の間ではテスラ車の購入意欲も低下しているというデータがあります。これがテスラのビジネスにどれくらい影響を与えていくのかっていうのは今後の市場の動きを見ていく必要があります。ただアメリカでは環境意識の高い層が民主党支持者に多いことを考えると、テスラの主力顧客層の一部が他の EV メーカーに流れる可能性もあるかもしれません。一方で共和党支持者の間ではテスラの人気が上昇しているため、これがどこまでバランスを取るかっていうのがポイントになってきそうです。これがどこまでバランスを取れるのかがポイントになりそうです。アメリカ市場の動向がテスラの販売や株価にどう影響していくのか、引き続き注目していきたいところとなっております。では次にテスラオーナーにとって直接関係するスーパーチャージャーの放火事件や充電インフラの最新情報について見ていきます。はい。では、ここからはスーパーチャージャー放火事件と Apple Maps の NACS 対応というところをお伝えしていきたいと思います。まずは充電インフラに関する話題です。一部のスーパーチャージャーが放火されるという衝撃的なニュースが入ってきました。昨日もギガベルリンでの放火のニュースを紹介しましたが、こういった事件が連発しています。アメリカのマサチューセッツ州スーパーチャージャーステーションで複数の充電スタンドが炎上し、警察は放火の可能性が高いと判断しています。幸い怪我人は出ていませんが、充電スタンドの修復には時間がかかる見込みです。この事件の背景には EV に対する反発やテスラに対する批判的な意見が影響している可能性もあります。ただテスラは迅速に対応し、影響を受けた充電スタンドを修復する予定ということです。一方で充電環境の改善につながるポジティブなニュースもあります。それは Apple の地図、Apple Maps の今後のアップデートでテスラの NACS アダプターが必要なルートに関する警告が追加される可能性があるようです。これは他社の EV ユーザーにとって便利な機能になっていくんではないかなと思います。テスラはスーパーチャージャーを他の EV にも開放する流れを進めていますが、NACS 規格が普及することでさらに利便性が高まるかもしれません。今後 EV の充電インフラがどのように整備されていくのか、テスラがどんな戦略を取っていくのか、引き続き注目していきたいところとなっております。では最後に今回の内容をまとめていきます。テスラの最新ニュースを振り返りつつ今後のポイントをおさらいしていきましょう。はい。では、ここからはまとめということですけれども、まずは中国市場での販売低迷についてです。新型モデル Y への生産移行や旧正月の影響が大きく、短期的には販売が落ち込んでいますが、新型モデル Y の納車が本格化すれば回復の可能性もあります。一方で、競争が激化する中国市場で、テスラがどのような戦略を取っていくのか、これが今後のポイントになっていきそうです。次に、新型モデル Y の変更点についてです。ブレーキペダルを踏んだ際にも回生ブレーキが作動する仕様になり、エネルギー効率の向上やブレーキの耐久性アップが期待されています。ただ、これまでのワンペダルドライブに慣れている方は運転感覚の違いを感じるかもしれません。オーナーの方はぜひ乗り心地の変化のチェックっていうのをされてみてください。こちらに関して自分自身のモデル Y にもアップデートとして来るのか、ちょっとそこがまだわからないんですけれども、もし自分のモデル Y もアップデートでこのようになるというんだったら試してみたいなと思います。多分これは新型モデル Y だけじゃないかなと個人的には思っていますけれども、そのあたり情報を持たれている方があればコメントで教えてください。そしてテスラの政治的な影響です。イーロンさんの発言が影響し、アメリカでは共和党支持者のテスラへの好感度が上がる一方で、民主党支持者の評価が低下しています。この変化が今後の販売やブランドイメージにどのように影響するのか、投資家の方にとっても重要なポイントになっていきそうです。さらにマサチューセッツ州でのスーパーチャージャーの放火事件や Apple Maps の NACS 採用についてもお伝えしました。テスラの充電インフラは今後も進化していく一方で、一部では EV に対する反発の動きも見られています。はい、というのが今日の内容となっております。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し上昇し、現在275ドル台となっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
追伸です。現在僕の方では中古テスラの情報をお届けしています。中古でテスラを購入したいと思われている方に向けて情報を提供しています。中古で LINE を購入しようかなと思われている方は LINE の方からお問い合わせください。こちらはオークションでの情報となりますので、中古として買う場合は結構安く購入できると思います。これからモデル Y のジュニパーが発売されたら、旧型のモデル Y も出てくると思いますので、中古での検討をされている方はぜひお問い合わせをいただければと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。